今回は中島悟選手がホンダの F1 エンジンのテストを始めた経緯、そのあたりの流れを1992年のインタビューから紹介したいと思います。実際に F1 エンジンの開発に関わるようになったのはいつ頃ですか？確か84年終わりからだと思う。F1 エンジンの開発を中島さんがやるようになったのはどういった経緯で、エンジン開発にもシステムがいろいろあってね、それを全く知らない人がゼロから覚えてやるよりは僕がやった方がいいだろうと。前回の動画で紹介した通り、中島選手は F2 エンジンの開発をしてましたから、ホンダのエンジン開発の流れというものをよく知ってるわけです。その辺のことをシステムがいろいろあって最初から覚えるよりはって言ってるんだと思います。とは言っても、ただシステムを知ってるからってことじゃなくて、もちろん中島選手の速さであったりフィードバックが正確であるとか、それを含めて F1 エンジンの開発に選ばれたっていうのはね、間違いないと思います。初めて F1 エンジンの開発をやってくれと言われた時は嬉しかったでしょうね。それはもう生涯に乗れるか乗れないかわからないような車だから、それ以上嬉しいことはなかったよね。F1 エンジンの開発のドライバーに選ばれて、とても嬉しかった気持ちがここに表現されてますよね。この中島選手の気持ちっていうのが非常に重要なんですよね。この後、ここから F1 を乗りこなせて速くなっていけるかどうかというのが、この F1 に対する嬉しい気持ち、これがどれだけ強いかっていうのが影響してくるように思えます。初めて F1 マシンに乗った時はどうでしたか？そりゃもうめちゃくちゃ乗りにくかった。力だけはすごくて化け物みたいだったよね。特に今みたいな NA エンジンじゃなかったから、ターボチャージャーがついていたからね。力の出具合というのはまるっきり違うし、よく言われてる通り、ホンダのターボエンジンっていうのは最初から扱いやすかったわけじゃないんですね。中島選手が初めて乗った時もめちゃくちゃ乗りにくいと、化け物みたいって言ってますね。おそらくターボラグであったり、でターボが効いてからのパワーの出方が唐突だったりとか、その辺なんでしょうね。それで臆したりはしませんでしたか？これじゃあやっていけないと思ったとか。いや、それはないよ。だって乗ろうと思ってずっとやってきてて、それまでに乗れなかっただけなんだから、それに力はあると感じても、それに向かっていきたくなるのが人間だからね。マシンが手強くて乗りにくかったと言っても、中島選手はそれに臆したりはしなかったっていうことですね。逆に、これまで乗りたくても乗れなかったんだから、乗りこなしてやろうって思ったって言ってるように読めますね。ここからわかるのが、中島選手はまず本当に F1 に乗りたいって強く思ってたっていうことと、あとやはり根っからのレーサーなんだなと思いますね。マシンが手強くて乗りにくいと言ったって F1 が世界一速い車だっていうのは間違いない事実ですから、それに挑戦したい、それをどうにか乗りこなしたいって考えたんでしょうね。で、ここではわざわざ言っていませんけども、もちろんその乗りにくくてハイパワーなこの F1 マシンを乗りこなすために、さらにトレーニングを重ねたりとか、いろんな工夫はしたんだと思います。わざわざ言ってないだけだと思います。で、ここに書いてある情報は以前の動画でも一部紹介したものですけど、改めて紹介したいと思います。中島選手が F1 を乗りこなそうとしてドライバーとしてレベルアップしていったことがよくわかる事実です。86年7月の鈴鹿テスト。この時はまだ FW10 だったようです。テストドライバーとしてでなく、レースを自分が走る前提で走行。ドライビングがレベルアップ。タイムは2秒アップ。86年末鈴鹿テスト。この時は車は FW11 に変わってます。ピケが旧タイヤ、予選タイヤで走って1分43秒台。中島選手がレース用タイヤを履いて1分45秒台。このタイムによってすでに F1 デビューが決まっていた中島選手はより自信が高まったそうです。これならレースをやっていけると。まあ間違いないですよね。ピケが予選タイヤ、しかもこれ予選ブーストらしいんですけど、それで43秒台。中島選手は決勝レース用のブーストで、決勝レース用の普通のタイヤで45秒。2秒差ですから、あくまで鈴鹿サーキットだけといっても、ピケと同等の速さをこの時点で出してるわけです。で、最初に言ったこの2秒アップという話ですが、
これも自分が F1 デビューをするということがもう決まっていて、単なるテストドライバーとしてではなくて、レースをいかに走ればいいかということを想定して考えて走ったらしいんです。それによってラップタイムが大幅に上がって、それまでより2秒早く走れたと。中島選手が着実にドライビングをレベルアップさせて、F1 デビュー直前できちんと F1 レベルの速さに自分を持っていったということがよくわかると思います。で、これがどれだけすごいことかというのが、逆にこの翌年、中島選手がいなくなって、国内の F3000 ドライバーがホンダの F1 エンジンのテストをしたら、1分48秒台しか出せなかったと。単純に考えて中島選手より3秒遅かったわけですね。レースの世界で3秒といったら、すごい大差ですから、なんでそこまで差がつくかって言ったら、やっぱり中島選手が F1 マシンが手強くても、どうにかして乗りこなせてやろうっていう探求心であったり、レーサーとしての根っからの気持ちの強さというか、そういうとこの差だと思いますね。中島選手というと F1 に来てからは非常に寡黙で口数も少なくて、言い方悪いですけど、あまり強い闘争心っていうのは感じられないような気がしたんですけども、もちろんそんなことはなくて、このように国内にいた時は誰よりも速さにこだわっていたし、誰よりも速さを証明してたわけですよね。それが F1 という未知の世界に来たら、ライバルがあまりに手強かった。具体的に言えばセナとかプロストとかそういう人たちがいたと。そこにはレベルの差を感じたというだけの話だと思います。F1 のエンジン開発は大変だったでしょうね。もうその頃になると F2 の時代よりもコンピューターの技術がはるかに進んでてね、そのコンピューターをレースの現場よりも先にテストで使い始めてたんだよね。F2 エンジンの開発の後半、中島選手が担当して数年後は、もうコンピューター、要するにテレメトリーですよね。テレメトリー技術がどんどん入ってきたんですね。で、実戦のレースよりも、先にテストでいっぱいテレメトリーを使ってたんですね。なので、ホンダのテレメトリーシステムをいち早くテストして使っていたのは中島選手と言えるかもしれないですね。だから僕の体で感じたものに裏付けがプラスされてて、最初の F2 の開発よりも機械が進んだ分簡単になってたよね。そういう意味では僕は乗ることを楽しんでいただけみたいだった。ここにも中島選手のレーサーとしての度量の大きさを感じますね。テレメトリーが進化していったのでエンジンの開発は簡単になってたって言ってますけど、もちろんそれは中島さんの正確なフィードバックと、テレメトリーデータが一致して成り立つ話であって、まず中島さんのフィードバックが正確だということと、中島さんがそういう新しいものに対して抵抗がない、それをきちんとエンジニアとコミュニケーションしながら使いこなしていけたっていうことが前提で、それがあっての簡単っていう言葉ですよね。さらに中島さんのレーサーとしての器の大きさを感じるのが、僕は乗ることを楽しんでただけみたいだったって言ってますけど、テスト走行とはいえ全開走行もするわけですから、とんでもない体力を使うわけですよね。さっき紹介した中島選手が F1 に旅立って、その後国内 F3000 のドライバーがテストを担当したって言いましたけど、その時の F3000 のドライバーは体力が持たなくて走り続けられないっていうことをコメントしてたんですよ。マシンが速くてきつくて耐えられないっていうことですよね。中島選手がここでコメントしてることと全く違いますよね。中島選手はテレメトリを使いこなし、マシンの進化を楽しむ、もしくはそれを乗りこなす。そういうふうに自分をどんどん進化させながら、ある意味楽しんでいたのかもしれないですけど、他のドライバーが乗ったら苦痛だったっていうことですよ。速さも出せないし、その速さを進化もさせられないし、ドライビングそのものを楽しめない。なので、私が思うには、この時中島さんが F1 ドライバーに選ばれたのは、中島選手と誰かの比較っていうのは存在しなくて、中島選手だから F1 に行かせよう、中島選手だから F1 に乗ってもらおうっていうことが起きただけだと思います。初めての F1 参戦で F1 を背負っているプレッシャーはなかったですか？まあそれはなかったね。向こうが僕を選んだんだから何が起こってもしょうがないでしょ。僕はレースができて、運転ができて、競争ができればそれで嬉しいんだから。言葉だけ見ると中島さんとっても軽いことを言ってますけど、実際はそんなことないですよ。
F1 に来てからの中島選手は常に考え込んだような表情をしてましたから、それは間違いなくスポンサーであったり、ホンダからの支援であったり、その期待に応えなくちゃいけない。自分が走ることに対して何億円、何十億円っていうお金が動いている。その責任を果たさなくちゃいけないって間違いなく思ってたと思いますね。ただ、それでも中島選手が5年間 F1 を走れたのは、ある種、いい意味で割り切れてた部分もあったからっていうのは、それはあると思います。ホンダが支援してくれるのもありがたいけども、選んでくれたのは向こうであって、自分はそれを目いっぱい楽しもうっていう気持ちもあったんだと思います。まあ、それがないと5年間続かないような気もしますしね。やっぱり最後の僕はレースができて運転ができて競争ができればそれが嬉しい。これは最初にも言った通りシンプルなようで一番大事な要素で、本当にレーサーとしての純粋な気持ちが強い。それが F1 までたどり着けた中島選手のエネルギー源というか一番の要因なんだろうなと思います。前にデイモンヒルの動画を作った時も言いましたけど、ジェントルに見えるデイモンヒルもやっぱり根っからのレーサーなんだなって感じさせる部分がありました。中島選手も同じで、見た目が落ち着いていて真摯な人でもそれは見た目の話であって、やはりレーサーとしての根っからの競争心、早く走りたい、車を乗りこなしたいっていう気持ちはとても強かったんだと思います。あと最後に申し上げたいのが、中島選手が85年に国内で FW09 のマシンを使ってホンダエンジンのテストをしている時の様子です。これは YouTube で FW09 中島とかって検索すれば出てくるので、ぜひ皆さん見ていただきたいんですけど、このテスト走行の様子を私は最近初めて見たんですけど、非常に印象的でした。何が印象的かっていうと、まず中島選手が非常に速いんですね。速いっていうのはラップタイムが出てないんで、どれぐらいのタイムで走ってるのかはわからないんですけど、画面で見ていても明らかに速いんですよね。レーススピードで走ってるというか、乗りにくいと言っていたはずの F1 マシンですけども、画面で見てる分には全然余裕で乗りこなしてるように見えますし、どんなドライバーでもそうですけど、ドライバーってマシンに対して気持ちが強い時っていうか、自分が速いドライバーだって思えてる時って車の動きも鋭いですよね。おどおどしてないっていうか、明らかにそういうマシンの挙動なんですね。で、ピットに戻ってきてマシンから降りて何かちょっとメカニックと話してたりするんですけど、その時の様子も堂々としてますし、速いドライバーのオーラがあるって言えばいいんですかね。これはちょっと失礼な言い方かもしれないんですけど、実際に F1 のレースを参戦している時よりも、このテスト走行している時の様子の方が中島選手に鋭さがあって強い感じがしました。これなんでかなと思ったんですけど、おそらく年齢なのかなとも思います。このテスト走行している時、85年ですから、中島さんが32歳ぐらいだと思うんです。ドライバーとして体力がある、一番最後の時だと思うんですね。一番いい時だと思うんですね。セナが一番最後に早かったのも93年。だから33歳ぐらいですよね。94年は精神的な影響もありますけど、明らかに遅くなりまして。なので、この動画を見ると、中島選手は、やっぱりデビューが5年遅かったな。デビューが遅すぎたな。せめてあと5年早く。10年早ければ一番いいんですけど、だったら F1 でももっとシャープな走りができたんだろうなって思ってしまいました。もちろん F1 に実際参戦してみて、これも途中で言いました通り、セナみたいに速いドライバーと一緒に走って実力の差を感じたので、F1 に出てからはおとなしいというか寡黙になってしまったのかもしれませんが、それにしてももっと若ければもうちょっとどうにかなったんじゃないかな、このテスト走行の映像を見てて思いました。今回の動画はここまでです。すいません、今回は喋ってる時間が非常に長かったですけども、皆さんどのように感じましたでしょうか。ぜひコメントで教えてください。動画作成引き続き頑張りますので、よろしくお願いします。